うわー、俺の都天狗ハギが。どうも、マサルです。はい、ということで今日はですね、ゴールデンウィークお疲れ様会ということで、バーベキューをしようと思います。ゴールデンウィーク動画も作成しながら、マグロジャーキーもね、配送遅れないようにもうめちゃめちゃ配送して、それに皆さんね、ついてきていただいてね。ということでですね、スタッフ一同でですね、今日はバーベキューをしようと思うんですけども、なんと、魚がございません。今日はですね、今から魚を取って、そっからバーベキューをしていこうと思います。3人で潜るんですけど、1匹も魚取れなかった人は、食う権利なしとして帰ってもらいます。僕とスタッフ2人で撮るんですけども、多分僕が食べれなくなる可能性が高いんですけどね。はい。で、今日はですね、コテージビーバーっていうところに来てるんですけども、うちのアルバイトスタッフやってくれてる野田さんって方がいるんですけども、その方がですね、アルバイトスタッフやりながらここのオーナーをやってるんですけども、5月8日から2週間ぐらい予約してた人が、急遽飛んだということで、バーベキューせえへんっていうことでね、この企画始まっております。中もね、せっかくなんでね、見ていきましょう。なんか屋上がめちゃめちゃ綺麗らしいんですよ。いや、海近っ。かなりプライベートビーチですね。今日めちゃめちゃ綺麗やな。なんや、海が真横って最高なやつやんけ。わても行ってみたいで。結構荒れてますけども、今日だったらニザダイとか天狗ハギとかでもみんな許してくれると思うんで、何ハギが食べたいんですか？畑なかなか取れんのっすよ。じゃあ青の目旗ならいっぱい取れるんで青の目旗にしましょう。いいです。だからめっちゃタコいそうだな、このポイント。タコと鬼だるまおこぜめっちゃいそう。じゃあ一旦ね、コテージビーバー見ていきましょうか。これ一泊5000円なんですけど、今まで見た5000円の中で一番なんか装備が強い。5000円でこんなとこあるみたいな。びっくりした。ほんだらコテージの中きっちり紹介してもらおうかの。ゴンドレしっかりやれや。いや、5000円やったらさ、だいたい 1K やと思うやん。えぐいから。リビングがまずあって、で、こっちが風呂なんですかね。お風呂があって、しかもシャワーだけじゃない。こういうのありがたいですよね。シャワーだけじゃないって。で、さらに奥に進むと、まだ部屋があるんですよ。これベッドルームね。これベッドルーム、これだけで5000円でも安いのに、すごいよ。で、ここベッドルームありまして、どうだろう ?10 畳ぐらいありそうなんですけど。で、キッチンもあると。はい。いろいろもう肉はね、準備しきってますよ。はい。まだ凍ってますけども。で、さらに、ロフトがあります。ロフトっていうかもう2階やな。で、さらにですね、ベッドが3つあります。で、おそらく、ここの扉を開けると、またオーシャンビューなんじゃないでしょうか。ノットオーシャンビューでした。ここにもまだね、あって。多分子供たちがね、泊まりに来た時、結構、暇になるやないですか。結構渋めの漫画がね、いろいろ置いてあります。なんか小学校の頃図書館であったのを思い出すわ。日本の地理みたいなやつとかで、石油とか天然ガスが、あと25年で地球からなくなるみたいな話とかあったんですけど、結局なくならなかったよね。あれってもう、ほんだら目の前のビーチも案内したれや。これ結構綺麗ですね。あんまゴミ一つなくて。なんか、宿泊者の人がみんなビーチクリーンして帰っていってくれるらしいです。そうなんそう。で、今日は福井さんも、魚釣きするんですよね。つきます。取れなかったら、強制送還されるらしいんです。もう帰って弁当買います。一匹ぐらい釣きましょう。そうっすね。ミノカサゴでもつけるんですか？いや、触れないっすわ。ドッグそんな痛くないらしいですよ。いや、最近工場長が刺されてむちゃくちゃ痛がってましたよ。あの人痛がりですからね。いや。島でできて都会にできないことってあんまりないんですけど、やっぱね、都会でできなくて、島でできることの、やっぱ最強のものと言ったら、バーベキューなんですよ。バーベキューしたらさ、都会で、煙つくんだけど、マジでやめてくんないみたいな感じですぐ苦情来るじゃないですか。こっちはな、バーベキューし放題やから。じゃあ、今日はどうする？バーベキューしようか。海上がってバーベキューしながら酒飲む。もうこれ、なんだかんだ一番最高な生活なんじゃないかな。都会でやろうとしたらさ、湘南とか行かなきゃいけないんじゃないかな。一番近いところ。僕あの辺はね、魚釣き禁止なんで魚釣きできないんですけど、素潜りの練習とかでね、昔行ってたんですよ。湘南ではないけど。さて、今日は楽しい夜を過ごしましょう。福井さんも酒飲めへんっていつも言ってますけども、今日ハブ酒用意してあります。飲まないです。さて、早速バーベキューの食材を探していきましょう。実はこの水中銃多分ね、みんなが思ってるよりでかくて、
180センチ以上あるんですよ。まあとにかく破壊力がやばいんで、バーベキューで丸焼きにするようなサイズの魚を作っていうのが逆に難しいんですよね。で、この日は全然魚が外に出てなかったので、穴の中をひたすら探っていきました。石垣鯛とかマダラハタはこういう穴の中に潜んでることが多いんですよね。さて、いるのか？目で見える限りは特に魚の姿は見当たりませんね。どこに行ってしまったんでしょう、魚は。暗くて何も見えないので明かりをつけましょう。お、赤い魚がいましたが逃げちゃいましたね。あの魚は赤松笠っていう魚で美味しいんですけど、この銃で取るのは難しいですね。お、こっちにはハタンポもいますね。そんなこんなで1時間ほど捜索していると、ついにブダイの群れが現れました。そして今日は魚の警戒心が異常に高いです。驚かせないように近づきます。狙うはこいつだ。絶妙に距離を取ってくる。このタイプの魚は厳しいですね。もう戻ってきてくれなそうです。と右を向いてみると、いました。こちらを若干警戒している様子。逃げられないようゆっくりと接近していきます。撃つタイミングさえ間違えなければ取れるところまで来た。いけるか？ヒットだが当たりどころが悪い。ブダイの腹の筋肉は薄くてちぎれやすいんです。むやみに引っ張るとちぎれて逃げられてしまいます。こういう時は迎えに行きます。危ないな、本当にちぎれる一歩手前だ。よし、捕まえました。これはバーベキューちょうどいいサイズですね。さて、しっかりと脳天締めをして探索していると、岩に擬態して寝ている魚を発見しました。さて、問題です。今から10秒間動画を流しますので、魚を発見してみてくれ。魚付きやってる人は秒でわかるかもしれないけど、これ意外と難しいんじゃない？ 3、2、1。正解はここです。無慈悲にぶっ刺していく。こちらはおそらくオオスジヒメジ。こんな簡単に魚がゲットできることなんてなかなかないですよ。で、オオスジヒメジはですね、エビっぽい味がするんですよ。売ってもクソ安いから普段はつかないんですけど、多分ね、バーベキューみんなこれを一番喜んでくれると思う。What a cute fish! マジこいつ可愛いよな。さて、おじさんの血に引き寄せられてエラブウミヘビが来ました。ハブの80倍の毒を持ってる猛毒ヘビ。関係ないね。俺のオオスジヒメジちゃんを狙うなら容赦はしないぜ。まあ、今回は命だけは勘弁してあげましょう。さて、2時間ぐらい泳ぎ帰り道、イソモンガラという魚を発見しました。野田さんが大嫌いなゴマモンガラの仲間で、結構美味しい魚でもあります。基本警戒心が緩い魚なんで余裕しゃくしゃくでつけるはずです。潜行開始。よし、そのまま右に行けば当たるぞ。何、旋回だと？こいつ警戒心が高い。まだ息が続くんで追いかけてみましょう。何？穴に入っただと？ただその穴出口がありません。価値格です。それでは潜行開始。と、ここでまたトラブルが。なんとミヤコテングハギがさっきの穴の中に入っていきました。これではイソモンガラを突くことができない。やってくれたな、ミヤコテングハギ。これはめんどくさいことになったぞ。穴の形状をちょっとね、しっかりと確認しておきましょう。うわー、打ちづらそうな穴やな。手で行った方が早そうではあるが、とりあえずミヤコテングハギを取り出すことにしました。小さい穴に水中銃をぶち込み、ミヤコテングハギのエラを切って
大きい穴から取り出してイソモンガラを突くという作戦です。結構時間はかかりそうですが、まあ成功法でいきましょう。さてちょっと見づらいですが、後ろに下がってポジショニングをしっかりとしていきます。それでは狙いを定めてヒットで、この後都天狗針を取り出すシーンってあんま面白くないだろうなと思って動画回してなかったんですけど、穴の中で都天狗針を締めて水中銃を抜いて都天狗針を取り出そうとしていたところ、まさかの事態が発生しました。血の匂いにつられてサメがやってきたのです。穴が小さすぎたのか体ぐるぐる回して無理やり入り込んでましたね。うわー、俺の都天狗針が。いやー、眠り深はそんな凶暴なイメージなかったですけど、やっぱりサメはサメなんですね。ちょっと印象変わりました。これ思ったんだけどさ、ウミヘビも寄ってきてるんだよね。あんな小さい口でさ、魚食べれんのかな？絶対無理でしょ。さて2匹だとちょっと寂しいんで、イスズミでもついて帰りましょう。イスズミって結構過小評価されてるんですけど、普通にうまいですからね。特に小さいスズミの方が美味しくて、好奇心旺盛なんで海底でじっとしてると寄ってきます。あ、寄ってきましたね。さてさて、どれを狙いますか？狙いを定めてヒット。これね、干物にするとバチクソうまいんだよね。ただね、内臓が臭いですから、すぐにね、内臓取ってないものはまあ皆さん食べない方がいいです。1日以上経ったものはびっくりするほど臭いんで。もうすぐ帰れるという場所で福井さんが取ってほしいと言ってた最高級魚ハタ系の魚スジアラに遭遇しました。おそらく2キロぐらいでしょう。これがスジアラ。いやー、でもこの日はね、もう警戒心がどの魚も高くて、もう絶対つけないコンディションでしたね。どんどんとこうやって距離を取られていって逃げられてしまいました。というわけで僕の漁獲は以上です。陸に上がっていきましょう。帰ってきた帰ってきた。最高に白い海ですね。海渋すぎる。大物は一匹も見てないっすね。ちなみにですよ、はい、僕もつきました。8キロぐらいのやつつきました。8キロハリセンボンっすか？ 8から10キロあると思います。30分ぐらい格闘しました。まあ、上上がってからのお楽しみで。なんすかそれ。スズミっすね。ものすごい勢いでうんこしてるからババタレとか言われてるんですけど、もううんこ出してきてるんで。飛び出てますね。白子じゃないですか。すごい、なんか飛び出てる。もう白子っすね。生きてる。死んでるでしょ。結構流れ早いんじゃないですか。ガクソ早いっす。だから、戻ってこれへんのちゃうかってみんなで言ってて、屋上から覗いてめっちゃ心配してました。10キロの魚取れたって、さすがに嘘でしょ。まあ、低く見積もっても7、8キロはある。そんな魚いるんですか？ということで、こちらでございます。南洋部隊、おじさん、イスズミ。渋いですねー。果たして福井さんはマサルより大きい魚をついたのか？めっちゃでかないですか？ウツボか。なんだこのニセゴイシウツボと毒ウツボを混ぜたような色味。これ多分、キメラっすよ。だって、ニセゴイシウツボと毒ウツボの両方でもない、どっちでもない色してるもん。見栄えやと思って頭出てて、暗くて見えんかって、うわっと思ってドンって打ったらドラゴンみたいになってきて。もう俺が撮ったやつも意味なかったぐらいの、どっちやろ？毒ウツボなのかな？ニセゴイシなの？今度それはもうマカロさんに。ニセゴイシ毒ウツボっすね。新しいやつ。これちょっと視聴者の皆さん同定して。案件ください、サントリーさん。マジで。もう燃やさないから。いや、サントリーのね、お酒が一番美味しいですからね。こびとこう。運動後の酒はうまいっすね。でも今からウツボさばくんでしょ？大変っすね。僕がっすか？いや、俺絶対さばきたくない。どうすかそれ？うまいっすね。美味しい？はい。何味ですか？パンはなんかいっぱいいろんな味があって。でも、タバスコ味ですね。タバスコ味。マサルが食べていたのは島田さん特製島の野菜のケバブじゃ。愛情たっぷりじゃの。今日はですね、調理簡単です。はい。焼くだけ。
熱っ。まあ俺が取ったやつじゃないけど。一文字ブダイですね。ちょっと匂いがあるって言われてるブダイなんですけども、まあ、取れたてですぐ焼いてしまえばほんまに匂いなんてマジで気にならないはず。まあ、普段フライでばっかり食ってるんですけど、焼いただけでもね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。もう刺身はね、若干臭みがあるかなーって俺は思いますね。福井さんちょっと食えないんじゃないですか、刺身。刺身苦手ですね。おじさんの刺身がありますよ。これは食いたい。おじさんちょっとエビっぽい味がするんですよ。やばい、お酒がなくなってるわ。あー、サントリーのやつね。案件みたいになってきます。いい匂いしてる。ここの管理人の野田さんが、モンガラが憎いみたいなことをずっと話してたんで、ゴマモンガラのことなんですけど、産卵期にこういうとこ潜ってると、襲ってくるんですよ。で、結構ね、いかつくて、その歯が。アルミ缶とかも余裕で貫通して、まあ、花山薫のトランプちぎりみたいな感じで、ガツってちぎる。ぐらいの、もう、抗菌力を持ってるんですけど、それで、めちゃめちゃ噛んでくるわけですよ。で、今日、まあ、ゴマモンガラはちょっとあんまり透けなかったんですけど、イソモンガラがいたんですね。イソモンガラが穴の中入ったのついたんですけど、取り出せなくて、一旦シャフト抜いて、手突っ込んで取り出そうとしてたら、眠り深がブワー寄ってきて、穴の中にぐるぐるぐるって頭差し込んで、そのまま食ってましたね。あいつマジムカつくわ。もうちょっとでつけたのに。いやー、野田さんにイソモンガラ食べさせてあげたかったな。イソモンガラうまいですからね。ゴマモンガラはそんなに美味しくないけど。ほんまはちょっとね、イソマグロ取ろうと思ってめちゃめちゃ泳いでたんですよ。1キロぐらい先まで泳いでたんですよね。でもなんか流れが強すぎてこれ以上行ったら戻ってこれないかなと思って、チキって戻ってきましたね。イソマグロがいるポイントがあるんですけどね。魚が焼きました。これ一文字ブダイですね。中までは火通ってなさそうですけども、まず表面からね、食べていきましょうかね。これはもう焼けたやろ。まあ、ほぼ休日なんでね、いろんな人の声が聞こえてくると思いますけども、一品目完成。まあ、ちょっと臭いとかね、言われてる一文字ブダイですけども、この遠赤外線で焼かれたっていうことは、まあ、かなり匂いは落ちてると思いますからね。まあ、それにね、まあ、あんまり人が取ってくれたブダイにケチつけるとかね、良くないと思うんで、しっかりとね、いただいていきます。ぼちぼち臭いな。味臭い。あ、臭っ。皮が臭いんで、皮は俺が食いましょう。何の匂いですか？生ゴミっすね。そんな臭ないよ。なんかちょっとイカ臭いかなって感じ。視聴者のみんなはさ、いっつもマサルの動画ってブダイばっかりやなーってね、思ったりしてると思うんですよ。青いブダイやったら、全部南洋ブダイやん。多分皆さん思ってるはずだよ。このブダイも、あれそれって南洋ブダイじゃないのみたいな、そんな感じだと思うんですけど、ブダイによってマジで味違うからね。どのぐらい味が違うかっていうともうほんまに、そうやな。和牛と鶏胸肉ぐらい味違うで。ブダイによって。でもこういう魚、臭い魚も美味しく食べる方法があります。焼肉のタレで食べます。焼肉のタレで臭さを消せない魚なかなかいないです。何もらったんですか？これパパイヤっすね。パパイヤ？売れたパパイヤっすね。ほら、あそこにもありますよ。なるほど。今、手の油分が全部なくなってることに気づいた。なるほど。おすげえ。あ、それじゃない。売れてるやつじゃないの？なんでそんな真緑の取ったんすか？虫食いっす、これ。やばい、落ちる。いや、でもこれはこれで、炒めたら美味しいんですよね。裸足で降りるの怖いな。今日料理人がいっぱいいるんで、これ出せば、誰かが料理してくれる。取れたてのパパイヤワイも食べてみたいの。どんな味がするんじゃろうな。マサルはガチレビューしかしないんで、正直な話言っときます。俺あんまりパパイヤ好きじゃないんですよ、この。でも、時々美味しいことがあるよな、パパイヤって。いや、パパイヤだわ。ふんわり、なんか、周期がするんですよ。で、その後に甘さが来るって感じ。パパイヤって。これ、美味しい反応が欲しいもんね、正直。これは分かれるっすね、マジで。好きか嫌いか。どうなん？自分は好きか嫌い好きではないっすね。母上。うん、美味しいか？みんなすっごい糖度の高い果物に慣れすぎてるんよ。別に美味しいって素言えばいい朴な味、私は好き。あ、ただいま、スタッフの大平さんがですね、さっき取ったパパイヤをですね、炒め物に作ってくれました。なんかパパイヤって緑の中身をしてるんですけど、中身売れてますね。フルーツパパイヤっていうみたいです。こういうの。どうなんやろ？これ、うまいわ。全然生で食うより、炒めて食べた方が全然美味しい。これめちゃくちゃうまいわ。で、これなんやろ？シャキシャキしてて、味は何なんだろうな。そんな主張強くなくて、めちゃめちゃ美味しいわ。うまっ。これ美味しいですわ。美味しいです。ありがとうございます。いや、俺これ結構好きだわ。めちゃめちゃ美味しい。
頑張って収穫してよかった。どうやって取ってるんやろな、普段。俺みたいに登って取ってるのかな、みんな。それか棒でツンツンして取ってるか。野田さんあれ、普段どうやって取ってるんですか？登って取ってないですよね。はしごで、脚立でかけて取ってるんです。あんなわざわざ登って取ってないですよ。棒でつくか、はしごで取るかな。ではですね、夜も更けたことでですね、だいぶ酔ってるんですけども、今日撮ったおじさんをですね、さばいていこうと思うんですけども、みんな、焼き霜しまーす。じゃあ、焼き霜していきましょう。焼き霜が一番うまいんで、焼き霜にしていきます。海の中で鱗落としたんでね、鱗はないと信じましょう。普段ね、かなり、魚一匹さばくにしても、長尺でやってはいるんですけども、意外とね、喋らなかったら一瞬で終わるんです、魚さばくの。福井さんはね、まだウツボ残ってますから。ウツボ食いたいなぁ。ウツボって、しかも、刺身でいけたらすごい楽なんですけど、焼かなくていいっていうね、楽なんですけど、ウツボって、うなぎだったりとか、アナゴと一緒で、血清毒っていうのがあって、結局、刺身で食えないんですよ。なんで、福井さんは、焼き料理を提案しなきゃいけないっていう。丸焼きっすね。丸焼きクソまずいでぬめり落とさんかったら。よう上がってこれましたね。いや、必死でした、マジで。この姫路ね、蓬莱姫路って言うんですけども、蓬莱姫路かな多分蓬莱姫路。でも一番美味しかった蓬莱姫路は、鹿児島の本土の蓬莱姫路ですね。どこにでもいるんですけどね、姫路って。で、皮に切り込みをね、入れていきます。よし。そしたら、この炭を使いまして、焼き霜にしていきます。やばい、火事になる。やばい、火事になる。炭でやるとうまいんよ。これがね、めちゃめちゃうまいんだよな。さっきね、一文字目で臭い言うてましたけども、あんまりね、蓬莱姫路で外れはないんです。熱っ。今、燃えてた木炭を触ってしまいました。そんなんに負けるようだったら YouTuber 名乗らない方がいい。これ絶対美味しいでしょ。ちょっと味見してみますわ。なんかひーちゃんが選べたらもううまっ。これうまいっす。どうすか？めっちゃうまいっす。おじさんやっぱうまい。いただきまーす。普通に美味しくないですか？甘エビ。甘エビ。確かに甘エビっぽい。皆さん、おじさんが来ました。いただきまーす。美味しくないですか？甘い。誰かおじさんの頭食べるんですか？焼かれてる。この後マサルたちはしっぽりと夜を楽しみ、誕生日おめでとう！スタッフの誕生日をみんなで祝い、ハッピーバースデーとても良い夜になったとさ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、ちょっと消すの終わってください。俺からみんなにお願いがあります。7月4日から Amazon プライムセールが実施されるんですけども、なんと Amazon プライムセールにエントリーすることができまして、7月8日0時00分のタイミングで、マグロジャーキーを Amazon でぜひ購入していただきたいです。ジャーキーって乾物っていうくくりに分類されるんですけど、みんなの力で Amazon ランキング1位を取らせてほしい。なので、ぜひ購入していただけると嬉しいです。で、1位取ると何がいいのかっていうと、マグロジャーキーってまだまだ知名度が低くて、僕のことを知らないけど、マグロジャーキーのことは知ってるみたいな人ってなかなかいないんですけども、1位を取りますと、めちゃめちゃいろんな人の Amazon のおすすめに出てくるようになるわけで、これなんとかね、マグロジャーキーを有名にしたいんですよ。ということで、ぜひとも皆様、お願いします。一緒にこのプライムで盛り上げてください。よろしくお願いします。そしてですね、7月7日の23時くらいから7月8日にかけてライブ配信を行う予定です。で、購入していただいた人たちと、俺で盛り上がるような配信ができたらなと思うんですけども、一つ問題がありまして、4月8日ですね、僕小笠原諸島にいます。できないかもしれない。あの島に電波があるのかないのか、俺は正直わからない。小笠原電波あんのかな？電波があればやります！ということで、よろしくお願いします。